ハロープロジェクトに新メンバー加入。2028年に結成30周年を迎えるハロープロジェクト。次なる未来へ向けた新たな歩みを進めるための新メンバーが加入します。新メンバーが加入するのはモーニング娘。26、そしてビヨーンズ。その姿は1名ずつ発表。5月28日、5月29日に公開。運命の瞬間をお見逃しなく。学校では教えてくれないことこそり聞きたい。大人になる前に全然やる気が起きないぞバーデー。断然早起きできちゃうぞサンデー。夏休みは絶対短い。いつかやるは絶対やらない。この青い星はなぜなぜ果てなの謎だらけ。先生先生、勉強このやり方は分かります。先生先生、勉強の楽しさをまた見たい。学校では教えてくれないこと、子供のうちに身につけたいこと、それ聞きたい聞きたい聞きたい。大人になる前に。栃木県出身20歳の高瀬くるみです。好きな白黒の動物はパンダです。よろしくお願いします。栃木県出身、はい、ということでなんか方言とかってあったりするのかな。方言は、あるはあるんですけど、ちっちゃい頃からお母さんに直されてきてて、訛りとか、はい、なのでなかなか出ないようにはしてるんですけど、おばあちゃんがすごくなまってるんですよ、なのでおばあちゃんと一緒に話してる時とかはなんとかだべさとかって出てきちゃったりします、つられて。ハロステ、今回のお相手はビヨーンズ雨の森川海の高瀬くるみとビヨーンズシーズニングスの平井美代です。ハロステはコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題やハロープロジェクトの魅力をお届けしていく番組です。さらにレコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。さあ、ということで私のラスト MC はいということなので、初 MC の映像から始まりましたけれどもわー、懐かしい、あのくるみ。初々しかったですね。なんか当時からお話しすることは好きだったし、っていう感じではあったんですけど、やっぱ大先輩が隣にいるとああなってたんだな自分って、すごいなんか当時の気持ちを思い出して、ちょっとこっぱずかしい気持ちにはなりましたけれども、めっちゃ可愛かったよ。あと髪型がすごい懐かしいなと思って、肩はみ込んでね。そう、なんかよく昔のフリー V とかを見ると、くるみんが見えるけど、それがねハロステでこう頑張ってお話ししているくるみんをね、見て、はあ、20歳のくるみんだと思って懐かしい気持ちになりました。ハロステ。続いてはハロープロジェクト各グループのレコーディングやダンスレッスン、ミュージックビデオ撮影やコンサートの裏側に密着していくハロカミをお届けしていきます。ビヨーンズ会いに行こうのレコーディングの様子をご覧ください。分かんないとことかはつどつど確認して取りましょうね。じゃあ A メロからいこうか。歌い方はね、割とちょっと声色明るめ爽やかめで、まあこういうね、会いに行こうぜっていう曲なんで、爽やかな感じでいきたいな。いつも近くにいるようにあの声を聞けるけれど、いつもと同じやりとりで心がすれ違わないように。ちょっとこれもらいつつ、もうちょっと可愛いの一回やってみてもらっていいですか。可愛いやつね。可愛く。いつも近くに
いるようにあの声を聞けるけれどいつもと同じやりとりで心がすれ違わないように低いからこれぐらい明るいのもありよね。ビヨンズの曲だと結構私はかっこよく歌ってみたいな、ご指導いただくことが多いんですけど、今回は真逆のこうちょっと可愛く明るく歌ってっていう風に言っていただいて、そこが結構新鮮で、なんかまだまだもうちょっと勉強しないとなって思った部分でした。1サビかな、やってみようかな。迷いを置いてゆこう走り出そうトンネル抜けて青から見える顔がある会いに行こうどんな時でも踏み出す一歩が僕と今日を変えていく。サビはすごく自分的には出しやすいキーだったんですけど、 AB メロが結構私低めの声ではあるんですけど、なんかあまりこう得意ではないキーだったので、その部分がなので結構苦戦しながらやってました。じゃあ先ハーフ会のサビ行かせてください。はい。走り出そうトンネル抜けて青から見える顔がある会いに行こうどんな時でも踏み出す一歩が僕と今日を変えてゆく。どんな時でものファルをしっかり出せるとバッチリかもしれない。走り出そうトンネル抜けて青から見える顔がある会いに行こうどんな時でも踏み出す一歩が僕と今日を変えていく。オッケー。私たちとこう会いに来てくださる皆さんと関係性でこう皆さんに聴いていただくのがすごく楽しみな曲だなと思うので、なんかライブで歌ったらすごくグッときそうだなって思って、そこが楽しみだなと思います。もうちょいね明るく爽やかな春の感じにしたいんだ。ではやってみよう。いつもと違う改札抜けてその顔を思い浮かべいつもの場所を飛び出して心が向く方へまっすぐに。できたらもうちょい声色明るくしたいかな。あとねちょっとねメロの行き方が割と裏に入るので、ダディダスタスタリラダルダディダスタスタ、その辺ちょっと意識して裏にしっかりとリズムを出したいかな。いつもと違う改札抜けてその顔を思い浮かべいつもの場所を飛び出して心が向く方へまっすぐに。これいいかもね。なんかちょっとワクワク感があって、A メロの部分が低音パートなので、
そこの低音、私は結構低音得意な方なので、その低音をよく出せるように練習したのと、あと落ちサビの壮大な部分はやっぱりすごい印象的なパートでもあるので、そこをきっちり歌い上げられるように頑張りました。じゃあ D メロいってみよっか。明日を作る会えない時は立ち止まって空見上げてくもの行方に思いを馳せて立ち止まっての手がちょっと長いかも。ちょっと短めで収めようか。はい。で次の空の層がはい。ちょっと地声かミックスの強めで入りたい空な。そうそうそう。はい。今ふわっと入っちゃうんで。空見イエス。はいちょっとしっかり入るね。落ちサビの部分っていうんですかね、 D メロの部分が張って歌う感じになってたので、それで練習してきてたんですけど、それは本家の方に寄せるっていうことで、結構裏声と地声を行き来する歌い方に変更になってたので、それをこうパパッとできるようにちょっと頑張りました。なんかすごい歌ってて気持ちよくて、難しかったんですけど、歌い上げた時のこの達成感というか気持ちよさが半端なかったです行方に思いを馳せて完璧です。じゃあ早くも終了。イエーイ、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ヘッドホン大丈夫ですか？大丈夫です。はい。じゃあ撮っていきましょう。お願いします。笑顔が生まれる歌い出そう線路のリズムで会いたい顔が目的地会いに行こうどんな時でも共に過ごした時間が明日を作る時間って下げずに時間がのステージ時間が、うん、それでやってみようかな。はい。笑顔が生まれる歌い出そう線路のリズムで会いたい顔が目的地会いに行こうどんな時でも共に過ごした時間が明日を作る。うん、今バッチリ。はい。聞くたびにすごくいい曲だなって思って、会いたい顔が目的地だとか、改札抜けてとか、旅じゃなくってもお仕事とかでこう遠出する時とかも、なんか少しでもこの曲を聴いて爽やかな気持ちで楽しく旅に出ていただけたらいいなと思って明るく歌えた気がします。ちょっとやっぱ繋がっちゃうけど。それか打ち直すか。ああ、そっちの方がいいかもね。あー、綺麗です。はい。これさ、ハモとかももうなんか長さとかもあるから、ここで取っちゃった方が分かりやすいよね。いい、大丈夫と思います。オクターブ下。はい。あ、バッチリ。これでちょっと合わせて聞いてみる？はい、聞きたいです。最高じゃないですか。めっちゃいい。嬉しい。
結構私個人的には久しぶりのトークボックスレックだったので緊張してたんですけど、結構我ながらかっこよくできて、それがすごく嬉しくって、いくつもパートを重ねて取ってオクターブしたとか、なんかたくさんの音色で重ねり合ってできてるので、なんかそこも耳を澄ましてよく聞いてほしいなと思います。バッチリ一発 OK。奥スタいっちゃおう。じゃあハモも取っちゃう。はい。ちょっと合わせて聞いてみます。素晴らしい。ぶち上がりますね、これ。すごい嬉しい。トークボックス始めて 4,5 年とか経つんですかね。もうすんなりとトークボックスレックっていうスケジュールがこうスッと入るようになったので、なんか認めてもらえた感じゃないんですけど、すごい最近はそれが嬉しいなと思って日々練習に励んでいるんですけど、今回のハモはすごくかっこよくって、ちょっと半音ずれたようなところがわざと入ってるんですけど、そういうのがすっごい面白いなって思うので、たまらない人にはたまらないぶっ刺さるようなメロディーになってるんじゃないかと思います。 OK、 じゃあ終了です。ありがとうございます。ビヨンズ会いに行こうのレコーディングをご覧いただきました。こちらの楽曲は JR 東海さんのテーマソングである曲をビヨンズが今回カバーさせていただくということで歌わせていただいているんですけれども、それに伴ったね、会いに行こうキャンペーンというものも今始まっていまして、ツアーでも歌わせていただいていて、なんかカバーのはずなんだけど、すごく私たちにフィットするというか、なんか歌っていて自分たちの曲なんじゃないかもともとって錯覚するぐらい、すごく私たちと応援してくれてる皆さんとの関係を歌っているような気がして、なんかすごく歌っていて楽しいなと思うんですけれども、なんかやっぱ原曲にはないピアノの演奏だったり、トークボックスの演奏が入ることと、あとはこう細かい歌割りになることでね、こう私たちらしくなっているなと思います。はい、YouTube の方ではこうショートバージョンが先に上がっていると思うんですけれども、こうそれのコメント欄とか見てもやっぱりアレンジによってハロープロジェクトらしさがすごい出てるなっていうのを感じますし、なんかこの楽曲をこうちゃんとフルで聴いて歌詞をかみしめながらレコーディングした時に、なんか本当にいい曲だなっていうのを改めて感じて、で私たちが歌う意味みたいなのもしっかり持たせたいなと思ってしっかり準備していったんですけど、今回ね、清野桃姫ちゃんがトークボックスでも参加しているんですけれども、本人が言ってたんだけど、なんかそのトークボックスがなんか上手くなったことによって、なんかちゃんと言葉として聞こえるというか、そのやっぱり私たちのファーストアルバムの寸劇とかでも、清野桃姫ちゃんのトークボックスを使ってセリフを言うみたいなシーンがあったんですけど、なんかそれを久しぶりに聞いて姫が「いや上手くなったな」みたいな話をしてて、いや本当にそうだなって思うし、それがやっぱりビヨンズの一つの色として出せてるので、小林ほのかちゃんのピアノもそうですけど、なんかそういうのが思ってていることが本当に嬉しいなって思いますので、またね、いつか音源として皆さんの、元に届けられる日を楽しみにしております。ハロステ6月16日のビヨンズの横浜アリーナ公演をもって高瀬くるみちゃんがビヨンズを卒業いたします。はい、はい、でそんなね、今回は卒業直前ということで、インタビューをしていきたいなと思います。はい、それではよろしくお願いします。お願いします。まずですね、ビヨンズの結成から今日まで一番熱い瞬間はありましたか？なんかビヨンズって熱いなって思う瞬間は結構日常いろんなところに転がってて、でも何かに向けて一致団結してる瞬間とか
を感じるとすごくこの人たち熱いなって思うし、それはメンバーだけじゃなくて関わってくれるスタッフさんとかマネージャーさんとかもみんなで何かに向けて一生懸命になってる瞬間とか、それこそメンバーの卒業も今まで何度か経験してきましたけど、誰かが卒業したことでその卒業した子が担っていた部分を私たちがもっと頑張らなきゃって言ってなんかこうグッと一つになる瞬間が自分はすごく熱いなと思ったし、これだからビヨンズ好きなんだよねって思ってたので、きっと私が卒業した後もそういう姿を見せてくれるんだろうな、いろんな熱い瞬間を見せてくれるんだろうなと思ってすごく楽しみにしています。ありがとうございます噛み締めちゃった。噛み締めてるよ本当に。さあ続いて、はい、じゃあ今だからこそ言える、こんなはずじゃなかったっていう出来事はありますか？やっぱ一番はコロナですよね。コロナ禍が一番こんなはずじゃなかったって思ってたけど、あれがなかったら今のビヨンズは絶対にないし、あの時に全員がっていうのはメンバーもだし関わってくれる人たちも全員が諦めずに何かをやり続けたことで今にすごくつながっているし、こんなにキャラの濃いグループ、一人一人の個性が粒立っているグループが出来上がったなと思うので、こんなはずじゃなかったって思うけど逆にあれがあってよかったって思える、そんな出来事だったかなと思います。ありがとうございます。本当にそう思います。ちょうどビヨンズがこうデビューしてさあこれからみたいなタイミングだったから、やっぱすごいもどかしかったし、これから頑張らなきゃみたいなタイミングで、せっかくこうレコード大賞新人賞とかもいただいて、ノリに乗ってるぞ私たちっていう実感が自分たちにもあったからこそ、何もできなくなっちゃうし会えなくなっちゃうしっていうのがすごく怖かったんですよね。やっぱこうデビューしたばかりだからこそなんか忘れられちゃうんじゃないかなとか、なんかすごく怖くって、なんですけど当時担当してくれていたマネージャーさんとかその関わってくれるスタッフさん、いろんな関係者の方たちがこう会うことはできないけどじゃあ YouTube で動画を出してみようよとか、それぞれ持ってるものがいろいろあるからそれぞれにこうフォーカスした企画をやってみようよとか、みんな歌えるんだからじゃあ歌の企画やってみようとか、いろんなことをしてこう私たちのことを動かしてくれたことで、やっぱそれを見てコロナが明けてビヨンズに会いに行こうって思ってくれた人もたくさんいらっしゃったっていうのをやっぱ後から聞くので、あの時折れずにやってきてよかったなと思いますし、こんなはずじゃなかったって出来事だけどそれがあったから今があるなと思います。はい、じゃあ続いて、これは私のターンなんですけど、平井さんのターンくるみんとの印象的な出来事っていう項目があるので、述べたいなと思うんですけれども、いつだったかな、なんか舞台をよく2人で見に行くんですけど、なんかそれを見に行く前にご飯を一緒に行ったんですね。で、くるみんは結構その前々から自分の卒業のタイミングについてはメンバーにこう共有してくれてたんですけど、このぐらいに考えてるよみたいなね、ふんわりではあるけど、でなんかその中でやっぱりメンバーは不安じゃないですか。私もそうだったんですけど、そのくるみんが卒業した後のこうお話とかもその時いろいろしたんですよ。でその時に自分が外にいるビヨンズの外から見るこれからの私たちのことがすごく楽しみなんだよねって言ってくれたことがなんか本当に嬉しくて、なんかそう言ってくれるならなんか頑張れるかもっていう風に思えたっていうのがすごく思い出に残ってて、だからこれからもね、頑張りたいと思うので楽しみにしていてください。
一緒にハイタッチしよう。ビヨンズ雨の森川海の高瀬くるみとビヨンズシーズニングスの平井美桜がお送りしているハロステ、お別れの時間となりました。最後に私たちのこれからの動きを見ていきましょう。はい。ということで5月31日日曜日にビヨンズコンサートツアー2026スプリングビオスコープの茨城公演がございます。こちらが、ビオスコープの通常公演ラストとなりますね。はい、そしてファイナル、そんなツアーのファイナルが6月16日火曜日、ビヨンズコンサート2026スプリングハイテンションビオスコープと題しまして、ビヨンズ初の横浜アリーナでの公演が行われます。はい、ビヨンズにとって初めてはこの日しかないのでね、一人でも多くの方と同じ時間同じ空間を共有できたらと思いますし、個人的な話にはなってしまいますが、私高瀬くるみにとってはビヨンズのメンバーとして立つ最後のステージだと思いますので、悔いを残さぬよう、そして最高に楽しいテンション高瀬な空間を作っていけたらと思っております。さあ、そして、また個人的なお話にはなりますが、5月28日木曜日にですね、ビヨンズ高瀬くるみフォトエッセイ、ビヨンドマイセルフをリリースさせていただきます。それに伴う発売記念イベントがですね、5月29日金曜日、高田馬場の方で行われます。初めてエッセイというものを書きましたので、一人でも多くの方の元に届いたら嬉しいなと思います。興味がある方はぜひ手に取ってみてください。ハロステはハロープロジェクトのコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題をはじめ、レコーディングやリハーサルなど、活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。毎週水曜日と金曜日の19時に新着動画がアップされますので、高評価、コメント、チャンネル登録をぜひお願いします。今回のお相手は、ビヨンズ雨の森川海の高瀬くるみと、ビヨンズシーズニングスの平井美桜でした。さようなら。